こんにちは、たかしです。本日は1月13日土曜日、週末ですので、来週15日からのポンド円とドル円の相場の見通しをしていきましょう。最初にお知らせです。2月からノートメンバーシップとポストプライムのプライム会員価格の値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、2月までに無料期間だけでもお試しください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在冷やしは GMMA が上がったり下がったりと方向感のない動きをしております。その中で直近 GMMA の青帯を上抜けてきて、そこにサポートされる形での一旦の上昇になっております。現在のターゲットはこの白い水平線ですね。186.771 という過去の高値、このあたりがターゲットになってきていると思いますので、そこに向けて現在上昇中、その途中ですね、一旦上昇して今押しをつけに行った買い足では一旦調整の下落をしているというそういう形です。ただこのまま下落していくということも考えられますので、そこは注意ですね。今ストキャスティクス高値圏にありますので、基本的にストキャスティクスが高値圏にあるということは、ここからの上昇の流れよりもどちらかというと下落方向への動きを見ておきたいので、現在地からストキャスティクスが下落していくとともにチャートも下落していくということも考えられますので、深めの押しをつけてくる可能性は考えておくのがいいですね。ただやはり白い水平線を目指して上昇してくると思いますので、基本的には下がったところから買っていくという買い足の上昇トレンドに乗っていくのがいいです。では4時間足です。4時間足は綺麗な上昇トレンドを描いてますね。この青い、この GMMA の青い帯ですね。こちらにサポートされる形で上昇してきております。金曜日も調整の下落をしておりましたので、今 GMMA に接触するところまで下がってきましたよね。そしてストキャスティクスも安値圏。で、ちょっと Mac では弱いんですが、そろそろこのあたりからの反発を待っておきたいところです。まずは金曜日安値付近がボトムとなってそこから上昇するのか、もしくはこの黄色丸の高値ですね。もう少し下落余地があるので、もう一回金曜日の安値を下回るような動きをしてからの上昇になるのか、どちらにしても GMMA に接触する付近ですので、そろそろ4時間足単位での反発上昇に入ってくると考えておりますので、その辺の流れに乗っていけると、先ほど言った 186.7 付近までの上昇に乗っていけるかもしれませんね。なので週明けまずはこの調整の下落、金曜日の下落からの転換を見ておきたい。下げ止まりを待ってそこからの次の上昇の流れをイメージしておきたいです。では1時間足です。1時間足では黄色のゾーンぐらいまで一旦押しをつけてほしいかなと思っていたんですが、現在地からもし反発上昇すれば、現在は緑のゾーンの下限付近で反発してきているんですが、このまま上昇していくということも考えられるんですが、もう一段深掘りですね。先ほど4時間足で言っていた金曜日の安値を下抜けるような、一旦金曜日の安値を下回るような下落をしてからそこからの上昇になっていくという、そういう動き方をするかもしれませんので、その辺の動きを見ておきたい。今は4時間足の上昇トレンドに乗っておりますので、1時間足今じりじりと金曜日は下げてきましたけれども、ここからの次の反発上昇のタイミングを週明け見ておくのがいいと思います。もちろんこの辺黄色のゾーンを明確に下抜けてくるとしばらく下落すると思いますので、その辺はご注意ください。値頃感でエントリーするんではなく、まずは下げ止まりを待って、そこから次の反発上昇の流れを見ておく。今1時間足では GMMA の青帯の下に入ってきてますので、もちろんここから1時間足の下落トレンドに入っていくということも考えられますが、基本は4時間足が上昇トレンド中ですし、現在地っていうのは GMMA、4時間足の GMMA に接触する部分ですので、まずは反発の上昇を見ておきたい。例えば木曜日の高値の186円付近まで上昇してきて、そこでダブルトップで下落するということも考えられますので、もし186円ぐらいまで上昇してくれば、そこからの下落の流れをイメージしておいてもいいとは思いますが、基本的には今上昇トレンド、1時間足 GMMA が横向いたり上向いたりとバラバラな動きをしてますが、基本的には上昇しておりますので、まずはその上昇トレンドの流れに乗っていくですね。そして先ほど日足とかで言ってましたここですね、 186.771、このあたりまで上昇してくれば、そこで上昇の流れが終わるのか、そこを上抜けてさらに上昇していくのかっていうところを見ておきたいです。月曜日はそこまで大きく動かないと思いますので、まずは反転のタイミングを見ておくですね。じりじりとこの金曜日の下落から次の上昇の流れに入っていく、そうい
いうタイミングを見ておく。そうすると4時間足の上昇トレンドの流れに乗っていけます。では次はドル円の日足です。こちらは GMMA の青帯の上に乗せてきたんですが、こちらもストキャスティクスは高値圏でちょっと上げ渋ってますね。もうちょっとこのストキャスティクス、この過熱感を解消してくれないと次の上昇にはつながらないのかなという印象が持てます。現在は一応上昇しようとはしているんですけれども、底堅いけれども上値も重いというあまり動けない相場にありますので、ここから直近の高値、この146円付近を上抜けられるのかどうかというところを見ておきたいですね。では4時間足です。こちらもポンド円と同じく上昇トレンドを描いております。今このジグザグという上昇ですね。ただポンド円よりもこの上昇の仕方が弱いんです。ですのでちょっとそこが気になるところですが、同じようにポンド円と同じように GMMA の青帯に接触して上昇。今回も GMMA の青帯に接触してから金曜日最終下げ止まっている感じがしますね。そしてストキャスティクスは安値圏ですので、こちらもここから上昇しそうですので、月曜日初動の動きに注目ですね。ここから上昇していけるのか、それとも4時間足の GMMA を下抜けてくるのか。基本的に上昇トレンドですので、現在地付近から上昇していくイメージをしますけれども、もし4時間足の GMMA の青帯を下抜けてきた場合は、そこから下落トレンドになっていく可能性がありますので、そこは注意です。では1時間足です。1時間足はエリオット波動の5波終了から現在は修正波と考えております。A、B、C という修正波ですね。その修正波がまだ続いているのか、それともすでに修正波が終わったのかというところ。4時間足を見ていると GMMA に接触して反発しそうになってますので、もう修正波は終わって週明けここから上昇していくようなそんな感じにも見えてきますが、1時間足インジケーター方向感がないんですね。ストキャスティクスも汚い動きをしてますし、MACD も一応今ゴールデンクロスはしてますが、ちょっと方向感を感じません。そして GMMA の今下にあるっていうことは、基本的には今ここで下落トレンドを描いてますので、1時間足がこの下落トレンドを継続するのであれば、当然金曜日の安値をもう一度目指してくることになります。その場合はそこでのダブルボトムからの上昇になるのかどうか、そしてエリオット波動の修正波がまだ終わっていない可能性があるのであれば、この赤い水平線付近までは下落する可能性があるので、143.412 という水平線ですね。だいたい 143.5 付近、そのあたりまで下落してくる可能性も考えておきたい。現在は4時間足の GMMA にぶつかってますので、ここから上昇するかもしれないですが、1時間足は下落トレンドを描いてますので、どちらが勝つのかというところです。1時間足の下落トレンドが勝つのであれば、143.5 ぐらいまで下落しますし、4時間足の上昇トレンドが勝つのであれば、当然ここから週明け上昇から始まっていくと思いますので、もし上昇から始まらなかった場合は、もう一度金曜日の安値を試しに行って、そこを下抜けるのか、それともそこでダブルボトムでの上昇になるのかというところを見ておくと分かりやすいと思います。現在はエリオット波動の修正波が継続するのか、4時間足の上昇トレンドに戻っていくのかというかなり分かれ道に入っておりますので、まずは月曜日の初動要注目です。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月初がお得ですが、2月から値上げをしますので、できれば今月中にお試しください。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。